こんにちは。今回は2025年9月の地球規模の変化と世界情勢を星の動きから読み解いていきます。まず月始め、9月1日、逆行宇宙の土星がお羊座を離れます。これは個人主義の限界と国家レベルでの暴走的な政策や軍事行動が一旦見直されるサイン。8月後半から高まっていた緊張感がここでひとまず落ち着く可能性があります。続いて9月6日、天王星が双子座で逆行を開始します。情報、通信、AI テクノロジーに関する分野で思わぬ停滞や混乱が起こりやすくなります。通信インフラの障害、サイバー攻撃、AI 倫理に関する問題が浮上しやすい時期、特に交通機関や空路に関するトラブルには要注意。9月8日、魚座で満月と月食が重なります。これは気候面での揺らぎ、水害や津波、地震といった水を伴う自然災害のサインです。特にアジア太平洋地域での海洋活動や火山活動に注意が必要です。感情面では人々の不安や悲しみが表面化しやすく、集団心理が過敏になる時期でもあります。13日には太陽と水星が乙女座で合となります。これは情報の整理、事実確認、行政的な対応に光が当たるタイミング、感染症や医療、労働に関する重要発表要や改革も起こるかもしれません。そして9月22日、乙女座での金環日食と新月、さらに火星が蠍座入りします。この日はまさに転換点、特に日本列島を含む環太平洋エリアでは地震、火山、気圧変動などに注意が必要です。同じ時、経済面でも古い体制の終焉と新しい秩序の態度が始まるタイミングとなるでしょう。最後に9月23日、太陽が天秤座入りし、秋分を迎えます。ここから世界は調和、公平、対話を求めるフェーズに入っていきます。外交交渉や国際的な同盟、新しい条約の動きが活発化しやすいでしょう。そして9月8日、水星が天秤座に入ります。これは対話や交渉、表現の仕方に微妙なバランスが求められる時期です。国と国の間での衝突よりも理解し合うための場所が生まれやすくなります。ただし、表面だけの分かり合いでは本質的な解決にはならないこともあります。その次の9月19日には金星が乙女座に入ります。この金星は健康や清潔さ、必須要な整理整頓を求めるエネルギーです。公務的な事柄や医療、福祉分野で生活を支える施設や仕組みにスポットが当たりやすくなるでしょう。健康意識が高まるのと同時に社会的な協力が試される時とも言えます。最後にこの9月は全体として見えないファンと自分の役割の位置を強く意識させられる時間でもあります。強い天体ショーが市場に影響を与え、政治、経済、自然の分野で障害、変化、決心が次々に現れる月となるでしょう。小さな予想外の事件も流れを変える大切なサインです。ぜひ今自分が何を感じているのか、どこに向かっていきたいのかに気持ちを向けてみてください。